今日は多分皆さんもあると思うんです、こういうこと急にグランドピアノを起こさなきゃいけなくなっちゃうってことがあると思うんですよねやっぱりね。そうたまにね、経験がないとやっぱり慌ててしまう。慌てると怪我のもとにね、急にそういう場面になる前に一度この動画で勉強してもらって困らないようにしてもらおうという趣旨の動画でございますはい演奏屋殺しですかまあ冗談はさておき、先日サブチャンネルの方で配信をしてたんですけど、後からやっぱりこう皆さんね見たかったですっていう声が結構あったのが、今回このやるグランドピアノの開墾作業、ちょっと声がちっちゃすぎて解説動画にならないかったので、ちょっと撮り直しということで今日お送りします。これはヤマハの C3 ですね。まあ一般家庭サイズです。グランドピアノ運ぶっていう時にあのまんま運ぶっていうイメージがある方もちょこちょこいらっしゃるんですけど、まあ基本こうなります。足とペダルが外れて立ってます。下にこれ、船に、パレットみたいなやつですね。っていうのに乗せて、でこういうベルトですね。梱包用のラッシングベルトで下のその船と一緒に固定して、この下に台車入れるなり、これでよいしょと担ぐで運勢さんを運びます。この状態にして大体入荷して、場所があれば開墾して帰ってくれるんですけど、そんなに場所はないので一旦入れて順番待ちにして、でお店のうちは自分たちでやらないで運勢さんが来たら開墾してもらうっていうことをしてるかもしれないですけど、そんなことしてる時間はないので、もう自分たちでやってしまいます。要するに全部ほどいて足つけて起こせばいいんですけど、順序というか、一応梱包といっても結構運送屋さんによって千差万別で、このベルトの仕方もうちで使ってる運送屋さんはこういう使い方しますけど、こうぐるっと一周させるっていう運送屋さんもいたりとかするので、あとはどういうふうにこう梱包されてるかっていうのをちゃんと確認をして開けていかないと事故のもとになります。今回はこの梱包の仕方だと、まずここを爪が割れるんだよたけるくん人生2度目の開墾ということで。3度目じゃないですか。3度目。たけるくんまだ20歳、もう人生3度目。やっぱ皆さんあると思うんですよ、このこと。そういうこと。あると思いますよ。俺20歳の時多分ね30代ぐらいやってたから取れました。そしたらこのベルトがあっちに止まってるので、店長今まで開墾したグランドピアノの一番大きいのはどのサイズですか？フルコンですね。じゃあ一通りはやってるってことですかね。そうですねそしたらこれをまず緩める。で一気に2本緩めると屋根が止まってる場合と止まってないパターンがある。この運勢さんは屋根を止めないパターンなので、これでただ無意識にこれを外してガシャガシャやってるとあっちに屋根がブワーンっていって最悪ですね。たまに聞く事故ですね。でこの状態で足をつけるんですけれども、このピアノはこれからリニューアルできれいにするピアノで、うちにはこう仮足という鉄の仮の足があるので、今回これを使ってついてる間に、元の足をきれいにして、で出来上がったら取り付けるということにしてます。そうしないと起こすのに汚いやつをつけて、でしかもゴロゴロするとこの下床汚いので、磨いたキャスターがまた汚くなっちゃうので、綺麗な状態で天井に行ってからつけます。結構重いです。10キロはないと思うけど、でこのネジも機械ネジなので多少油をくれてあげると良いです。たけるくんはこれ学校で習うことあるんですか？学校では習ってないです。じゃあ本当現場でやってねっていうことなんですね。って感じでやってねというか普通やらないよこれは前回のやつと違って新しいピアノなので、19番ですの頭、19番ですね。六角の頭。前回四角でしたね。四角、古いやつは四角で、23番か24番っていうで、精度が悪いので23で入ったら24で入る、23で入んなかったら24使うみたいな、そんな感じ。よいしょ。
前回これが木ネジだったんですね、後ろ足。でもそのうち新しくなってくると、このまた機械ネジになります。で、ここまで来ると3本目をつけたいんですが、もうそれはこの状態でつけられないので、運送屋さんによってはここでペダルをくっつけてペダルごとやる人がいるんですけど、会社が。まあでも今それは主流じゃなくなってきて、ペダルにダメージがいくので、そうですね。やめてくれって言って、多分あんまりやってる業者さんは少ない。で、ここまでしたらもう、こいつを緩めたいです。なので、こっち、ケツの方を、そうですね、言われてあるやつを外してもらって、で、それを外すとあっちに行っちゃうことがあるので、誰かしらこっちについてる人がこの布団をパッとで、どうぞって声を掛け合ってやると、はい、緩めます。はい、事故が少ないです。でこれで、このまま起こしたいところなんですが、ここに顎が出てるんですね。顎出っ張りでこっちにくっつけて、まあ、大きさによってこの船っていうのはサイズが違うので、まあ、こっちにくっつけておくと、まあ、いろいろずれたりしないのでくっつけておくんですね。でくっついたままだと起こすのにちょっと大変なので、まず本体をあっちに滑らせます。で台車を押さえてもらって2人でせーので上だけ行きます。正義のよいしょ、このくらいで置きましてね、これだけ動いては十分です。でただこのまま起こしていっちゃうとずるっと落ちてこの角がゴンと床に折っちゃうので、また本体今度後ろにこうなってますね。でこのまま起こしていくとたまにこの拍子木のネジ、まあ、通称やっぱりつけたままやっちゃったのかな、ちょっとお辞儀、こっちにそうですね、ちょっとお辞儀している、こういうところに引っかかったりすると曲がって最後これがボキッといったり、なんでヤマハは今マイナスプラマイのネジになってますね。いろいろとヤマハは何回ぐらい変わったのかな、3回ぐらい変わったか、いろんなちょっと種類になったんだけど、まあ、最終的にやっぱりもう一番頭が引っ込むネジで落ち着いてる。で、このまま倒していくと船に少し当たるところがちょっとこの布団だけだと心もとないので、これをちょっと厚く倍にします。はい、なので傾けるので下の人がちょっと折り込んであげると。そうですね。そうですね。はい。はい。でこれで準備が完了です。で起こしてきた時にいざ最後に持ち上げて、足どこだ、ネジどこだってやってると大変なので、こうやってここにスタンバッと置くといいですね。で起こしていく時にこのまんま下についちゃうとちょっと触れるとグリンと曲がって危ないのでロックをしておいて、で下につく瞬間にこれをぐるっと上に曲げておくと後でもう打ち上げた時にグリンとならなくていいです。はい、までこれもで持ち上げて、慣れてる運送屋さんだったら1人がただ持ってて、1人が、つけてってやるんですけど、まあ仮足が重いっていうのもあるので、これでつっかえておきます。これはこういうふうに売ってるってことですか？これ丸椅子です。作ったんですね。こっから下はよくある丸い椅子になんか社長が作ったのかな。こっちからか映像が固まってしまいまして、立てているところでカメラが多分止まってたっぽいんですよね。なんで、前回配信した映像をちょっと差し込んで、あの後の流れをちょっとまあざっくり言うと、これを、下に入れて、はい、仮にこれで支えて、はい、この足をつける。まあざっとそんな形で、開墾作業ということで、はい、もし今後皆さん開墾しなきゃいけないという時が出た時は、ぜひ参考にしていただいて、はい、怪我なく、そうですね、350キロぐらいありますもんね。そうすると C 社が出るかもしれないので、機械があれば梱包もね。そうですね。運送屋さん直伝でもいいですけどね。なかなかね、なんかって言わないんだね、あの人たち。なんででしょうね。なんかね、NG なんですかね。なんか
なんだろうね。おい見てるっつって全部どうにかしてください。ということで今回はグランドピアノの開墾作業の仕方ということでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。